こんにちは、フライパンのパンです。今日はタイの電車と日本の電車の違いについて喋りたいと思います。国に帰って日本みたいに毎日電車を使っていて、日本の電車とタイに乗る電車の時に違いがあるからすごい面白いなと思ってるので、1番目、タイはね、満員電車には存在しないだろうと思います。日本だったら8時とか9時くらいはラッシュアワーだと思うんですね。タイも同じ時間だけど、私ちょっとラッキーなんですけど、会社の方はちょっと遅めでもたまにさ乗らなきゃいけない時もあって、で本当にじゃあタイのラッシュアワーってこんな感じなのかってびっくりしたのは、ドアとか開ける時にみんなガーって入って行くんですね。ドアのところってさ、日本だったら多分10人くらい入れるでしょと、みんなそのまま待って入らないんですよ。私って入れるんじゃんって思ったらいつも入った。タイ人なんかさ、諦めやつと思うんですよね。満員に見える電車に入ったら、ドアの反対側の方に行ったら10、20人ぐらいは入れるんじゃないかなと思います。ちょっと面白いのはなんか缶詰みたいに人めちゃくちゃいて、そういう満員の電車ってタイはないんですよね。タイはね、そういう電車は何時来るかとかアプリとかそういう時間は実は入ってないんですよね。だけど駅の方で例えばあと5分来るとかそういうのが表示されます。だからあと5分来るからっていいやって思う人がいるんじゃないかなと。だから今入らないと今思いますね。朝の話なんですけど、例えば夜になった時に新宿とか渋谷みたいなところに行って10時くらい電車に乗ったんですよ。人が少ないなと。日本の、新宿とか渋谷のイメージすごい人が多いなとか大きい街だったらその時間だったら絶対電車が混むだろうなと思って、タイは少ないんですよね。私の終電はだいたい12時30分くらいですね。これね、12時の電車くらい誰もいなくてなんですけど、その時間ね、電車に乗ったら人がもう私しかいないくらいなんか少ないんです。日本だったら一番人が多いんじゃないかな。2番目、これもびっくりしました。タイの電車の中に寝てる人がいないんですよ。寝たりとか目閉じったまま座れるくらいっていう人もいるんじゃないですか。そういう人もないんですよね。自分はね、特に日本の電車に乗った時に10分ぐらいあればもう寝ちゃうんですよ。30分40分ぐらいだったらもう到着の駅までは寝ました。3番目、優先席の話なんですけども、だってタイの電車の席なんですけど、最後のところにだいたい優先席なんですよ。どういう方に譲らなきゃいけないとか書いてありますね。日本と一緒なんですけど、お年寄りの方とか妊娠の方とか、怪我した人なんとかね、お坊さんを譲らなきゃいけないんですよ。ちょっとそのグラフィック見たらね、タイ人よくお坊さんのグラフィックでさ、サーモンみたいに書いてある人が多いんですね。さっき言った人以外はそこに座った人があんまりいないんで、満員の時ね、たまにこの席まだ空いてる、なんでみんな座んないんだろうなと思って、私ね、ジム行ったりとか荷物とか多いから座らなきゃちょっときついですよね。だいたい40分乗らなきゃいけないから、空いてたら座ってしまうんですけど、前に年配の方が来たりとか絶対私が席を開けたんですね。だけどどうぞって言ったら日本人みたいなの感覚で私年配じゃないんだとか座らない人もいるんじゃないかなと思って、だからその時に聞くんじゃなくて立って出るみたいなって感じだったら、先輩の方が普通にその辺入ってくるんですね。4つ目、これはチケットの買い方というかすごい複雑だと思います。タイのバンコクの走っているそういう電車は BTS と MRT あるんですね。何が違うかというと、運営する会社が違う、だから違う名前で、昔のイメージだと MRT の方が地下鉄の方が多いですね。最近は地下鉄じゃないのも上の方でも走ってる電車みたいな作ったからちょっと変わりましたけど、今までさ
定期券ってタイはないかなと思ったんですよ。日本みたいに乗り放題とかじゃなくて、1ヶ月40回しか乗れないとかっていうパターンとかね。昔のチケットの買い方ってすごい大変だったんですけど、 BTS の方はこうチケットを買う時に販売機があります。だけどその販売機はコインしかいられないんですね。だから先にカウンターでお願いしてコインを交換してもらってみたいなっていう感じで、また販売機に行ってそのコインを入れるっていうのがすごい、大変だったなと思いましたけど、最近ねレベルアップ販売機が出てきたので、コインじゃなくて100バーツの紙幣を入れてお釣りが出るんですね。お釣りって全部10バーツしか出てこないから、めっちゃコインをもらうのめんどくさいなと思います。1ヶ月くらい使うシャージの分を入れてそのまま使っていくみたいなって感じですね。でも最近ね TS のアプリとかあるからすごいなの、日本で見たことないんですね。アプリなんですけれども、そのアプリのシャージをどんな感じでやるかめっちゃかっこいいやり方なんで、ちょっと皆さんに見せたいなと思うんですけど、アプリでなんかこのカードをタッチするんですね。タッチしたい時はこうやってこうやるとシャージできる。でも日本ってさ JR パスってそのまま携帯に入ってるんじゃないですか、そのアプリとかね。そのままピッチしても入れるんですよね。これをシャージしてこれを使おうみたいなっていうのがちょっと面白いやり方なと思います。組み取りとかすごいかっこいいなと思うんですけど、最後なんですけどちょっと5番目ですね。電車の中はすごい綺麗だなと思います。タイに通る方が、結構いるんじゃないかな。外ね、川だったりとか道だったりとかゴミ捨ててしまったとかね、結構あるんですよ。だからあまり良くないんですけど、駅構内は必ずめちゃくちゃ綺麗で全然ゴミとかないんですよ。特に電車の中でもなんかないんですよね。そういう食べ物を食べるとか飲み物くらいもダメですよ、そのタイの電車は。だから綺麗だろうなとか、あとメンテナンスは結構いい感じがします。なぜなら、BTS っていう会社、これは1999年ですよね。今まで23年くらいあるんですね。なのにまだね綺麗な状態、保ちしてくれてる、すごいなと思います。ちょっと欠点の方なんですけど、トイレはねお手洗いがないんですよ。校内くらいはある1回しか見たことなくて、でもこれは改札の内側じゃなくて外側ですよね。じゃあ終わりました。皆さんどうですか？タイのこととか、タイだけじゃないんですけどいろいろ感じたこともこれからも伝えていきたいなと思いますので、興味がある方はぜひ登録しておいてくださいね。コメントもたくさん書いてくださいねと、結構読みますので。じゃあ今回はバイバイ。